こ入ります。ここで止まると頭突っ込んでいきます。これでもう抜けることはできません。はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットやっていきます。本日はですね、アークの最重要生物、衛星版アルゲンタビス、神トラップ3選をお送りいたします。アークサバイバルアセンディットになりましても、アルゲンタビスくん最重要生物となりまして、重量を持てるものもありますし、飛行もできます。重量軽減もついてます。作業台の能力もついてます。直接戦闘も弱いわけではないので、万能生物になってますし、おそらくどのサバイバーもみんなテイムするであろう生物となっております。今回はそのアルゲンタビス君の簡単でローコストで回収も簡単な神トラップを3つご紹介させていただきます。一つは初期からある神トラップ。もう一つは最低コストで作れるトラップ。最後に扉不要のかつ後ろのように完全にロックができるトラップのご紹介となります。扉開けるの苦手だよっていう人もですね、簡単にゲームができるものになっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。扉不要トラップに関してはですね、少しだけ注意事項もありますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編、どうぞ。ではですね、まず皆さんご存知、神トラップ、扉ロックパターンのご紹介です。必要素材はこちら。では、作っていきますね。まず土台、高さは特にどれぐらいでもいいんですが、今回は一応低めに作っておきますね。割と高めの方が使いやすいとは思います。続いて、壁を切り替えて両扉枠にします。これを3方向に貼ります。次に屋根を切り替えてスロープにします。そして扉を左右どっちでも問題はないです。以上です。非常にシンプルで低コストで作れるものになりますし、しっかりロックもできますので安心してテイムすることが可能です。さすがにアルゲンタビスで誘導するのはちょっと難しいところにはなるんですが、人であったりプテラであったりご活用いただければ簡単に誘導することができます。では実践していきます。ではですね、今回はプテラ君に乗って誘導していこうかと思います。このようにプテラで近寄っていただいてですね、ヘイトを買っていただいて、プテラ、スピードがアルゲンよりも速いので、ダッシュしてしまうと通りません。なので、ダッシュせずに通常のスピードでもアルゲン置き気味になってしまいますので、離れすぎるとヘイトがすぐ切れてしまいます。なので、このままゆっくりですね、まっすぐ誘導していただければはまります。この状態でですね、手前ぐらいにプテラ置いといていただくと、ヘイトがプテラに向いているので、その間に扉を開けていただく。これで完全にロックができますので、どの向きに回ってもですね、抜けることはできません。これでどの向きに回ってもですね、抜けることはできませんので、このまま眠らしていきます。ほぼボウガンでする人多いと思うんですが、今回は強力麻酔弾で眠らせますね。完全にロックしているので、別にどの向きでやっても問題はないです。ただ、ボウガンの場合ですね、死なしてしまう可能性があるので、極力頭を狙ってですね、テイムしていただいた方がいいです。寝ました。基本的に昏睡が長いので、あとは肉を掘り込んでおけばテイムができるというところになります。ただし、羊であればだいたい40分ぐらい持つので、大体の場合テイムできます。ただ、当倍で高レベルになってくると、なかなか難しくなってきますので、時間を空けてから魚肉集めに行って与えるというところになります。ただ、場所によってはですね、羊取りに行くのがめんどくさいと思うんですが、ASA の場合、割と霜降り肉が集めやすくなっております。なぜかっていうと赤ちゃんが結構いまして、赤ちゃんからですね、霜降り肉が大量に取れますので、あまり羊の生息域いない場合でもですね、
結構すぐ霜降り肉集めれますので、ご活用いただければと思うんですが、ただですね、すぐ腐りますので、そこは時間を見てですね、集めに行っていただければと思います。あと、このトラップですね、ご覧いただいた通り土台でできております。地形に左右されないという部分と、もう一つ、ASA の場合、土台を回収すると全て回収が可能です。なので、あまり放置せずにですね、都度回収していただければと思います。設置も回収も簡単です。以上です。続きまして、最低コストタイプのご紹介です。こちらですね、少し地形に左右される部分はあるんですが、低コストで作れるものになっております。必要素材はこちら。では、作っていきますね。まずは、作土台を使います。一辺置いていただきまして、これにですね、まっすぐではなくて角度をつけておきます。V の字ですね。ちょうどもう一辺置くと三角形になるような形になってます。ここに両扉枠をつけます。向きはどっちでもいいです。見た目的に外にしたいところはありますけどね。こちらの一辺にですね、三角天井を置きます。そしてもう片一方の方に扉をつけます。以上です。かなりコンパクトに作れるものになりますので、ぜひご活用いただければと思います。実践していきますね。ではですね、プテラ君でもできるので、人の方がやりやすいとは思うんですが、両方でやっていこうかと思います。糸を取っていただいたら、ここに飛んでいきます。ここで止まる感じですね。ただ詰まっているので、ここで扉を開けていただくと、ロックができるというものになってます。それであればですね、こっち向いても開けれないものになってますんで、ご安心いただければと思います。糸を取っていただいてですね、このままここに入っていただくと。ここで扉を開けていただくとロックするというものになってまして、これで抜けることができません。これでですね、眠らせるということになります。ボウガンとかですね、使う場合は極力頭を狙ってですね、言っていただかないと一応やってしまう可能性があるのでご注意ください。寝ましたね。このトラップに関しては、角土台2つ置いているので、2つ回収しないと回収はできないんですが、コストは安いんでね、言うても2回回収するだけなので、ぜひご活用いただければと思います。以上です。では続きまして、扉不要タイプのご紹介です。こちらに関しては、扉も閉めたりとかですね、不要になっておりますので、プテラでも誘導していただくと、そのままはまってくれるというものになってます。ただ、扉タイプのように完全にロックしているわけではないので、ほぼほぼ抜けないんですが、100% 抜けないというものではないので、ここだけご注意いただければと思います。実践の時にですね、少し注意事項もご紹介させていただきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。必要素材はこちら。では、作っていきますね。これも土台で作ります。高さ一番下で作ります。そしてスロープですね。を2個あります。次に両扉枠をスロープの1個目と2個目の間に1つ。そして下の土台に両脇ですね。置きます。その上にもう1個両扉枠。この状態からこのスロープの間に貼った両扉枠にスロープを手前向きにつけます。そして最後ですね、扉を貼るんですが、ここに関しては R ボタンで切り替えていただいて、上があるパターンの扉枠を貼ります。裏返しにするのは見た目の問題だけなので、どっち向きでも問題ないんです。これで以上です。人の場合はここを抜けるというものですね。プテラの場合は上を抜けて入ってくる。R 弦も上から入ってくるというものになってます。これそのまま抜けそうなんですが、しっかりとロックされますので、実際にやっていきますね。ではこのトラップですね、基本的に人の方が誘導しやすかったりするんですが、プテラ使って誘導していこうかと思います。あるようですね。なかなかいいんで。これで引き離さずに、ここから入ります。ただ、これそのまま抜けると割と抜けれたりしますので、できればですね、この
端っこのところですね。スロープが切れるところで、一旦立ち止まって、頭をこっち側に出すようにですね、していただくといいです。なので、割と人の方がやりやすかったりします。ただ、この状態でもですね、後々しっかりはめていただければ、問題なく抜けれない状態になってますので、こっち向いても抜けれないんですね、実は。これは後でご紹介しますね。もう一回、人で誘導パターンもやっておきますね。それで、ヘイトを取るとですね、ヘイトが取れてない。このように誘導していただいて、ここ入ります。ここで止まると頭突っ込んでいきます。この状態で降りるとですね、しっかりはまりますので、これでもう抜けることはできません。これですね、こっから入ってきたんですが、実はこっから抜けることができないんですね。後ほどご紹介させていただきます。一応注意点として、打つときなんですけども、入り口側から打つとですね、抜ける可能性があるので、横でも後ろでもいいんですけど、打っていただければと思います。こっちでも、こっちでもいいんですが、こっから打つとちょっと抜ける可能性があるので、ご注意ください。これで寝た状態ですね。これですね、扉ロックパターンと違って、もちろん抜ける可能性は少なからずあるんですけども、ほぼほぼ抜けることはありません。ただですね、利点として扉を閉めに行かなくていいというところとですね、もう一つ、扉ロックパターンだと扉に埋まった感じになりますので、たまに変な挙動をする場合があります。これは ASE の時もそうだったんですけども、なので扉不要タイプだと寝ているだけなので、その辺変な挙動は少ないかと思います。もちろん離れれば多少スロープに埋まったりとかはあるんですが、下に抜けていくっていうことはおそらくないかと思います。このトラップの入り口のところなんですが、これですね、実はそのままだとアルゲン入れないんですね。これに関しては、下に少し入ると中に入れるというものになってます。なので、軽く誘導するだけだとですね、うまく入りきらない場合があるので、その理由でですね、このですね、スロープのてっぺんに止まることによって、アルゲン攻撃しようと思ってですね、突っ込んできてくれますので、ここで顔をグイッと出すまではですね、待っていただくということになります。今ちょっとサバイバーいるんで、これ以上顔出さないんですけど、出るときなんですが、これも扉不要になってますので、出れます。ポットとか使わなくてもですね。なんで、そのままでもフリートラップとなってます。ただ、普通には出れません。サバイバーいるせいもあるんですけど、恐竜だけでもここ出ることができません。出るときですね、普通に飛んで、下に飛びます。すると抜けれるようになってます。なので、野生の場合、ここですね、基本的に上に飛ぼうとしますので、抜けないということになってます。ただですね、この入り口で撃った場合に、サバイバーを攻撃しようと下向きに飛んでくる可能性があるので、ここで撃ってしまうと抜け出る可能性は出てきます。それ以外だとほぼほぼないので、よっぽどヘイトが切れてっていうことでなければですね、抜け出ることはございませんので、少なくとも攻撃している間は抜けません。長時間放置していると抜ける場合はあると思うんですけども、そこだけご注意いただければと思います。あとこちらもですね、土台1個でできておりますので、この土台回収していただくと全部回収できるというものになってます。以上です。はい。ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、アーク最重要生物、アルゲンタビスの紙トラップ3選をお送りいたしました。どちらもですね、簡単に作れますし、資材もそんなに重いものでもございませんので、かなりですね、場所も取らないので、いろいろ作りやすいですし、回収もできるので、その都度ですね、回収していただいて、一般なしにならないようにですね、ご活用いただければと思います。1マスなんであまり場所も選ばないので、山岳地帯でもですね、土台使うタイプの方もは使い勝手いいかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。これでですね、アルゲンタビスゲームしていただいて、アーク生活楽しんでいただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。
その他、Twitter や Discord など、アークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。